世界の辺境マニアです。前回の動画、カイラスから中国とインドの国境に位置する町、サンダへ向かいます。国境マニアとしては、ぜひ、中国側からインドとの国境も見ておきたいので、約6時間の道のりを進みます。サンダは、チベット自治区の最西部にあり、海抜4500メートルを超える高原地帯に広がる国境の町です。その道中に広がるのが、サンダ鳥居。海抜4500メートル以上に及ぶ大地に、無数の岩塔と断層が幾重にも連なり、風と時間が掘り上げたその姿は、荒涼とした絶景を形作っています。この景観を前にすれば、自然の力に抗うことの無意味さを思い知らされる。そして、中国とインドの国境。容易に立ち入ることのできない地域ですが、国境マニアとしては、どうしても自分の目で確かめたかったのです。カイラス山のふもとの村、プーラン県を早朝に出発した。中国とインドとの国境へ向けて、約6時間の道のりを進みます。途中、海抜4200メートルに温泉があるとのことで立ち寄った。インドプレートとユーラシアプレートの衝突の圧力による地熱で熱湯が湧き出す。温泉の近くのお寺にも立ち寄った。この石は神様が12のお寺を作った時に天から舞い降りてきた。触るとご利益があり、体の悪いところも治るらしい。お寺の中は税禁止。中国とインドとの国境へ向けて出発。海抜5000メートルを超えたところで少し休憩。再出発。登ったり下ったり、峠道を進む。こんな素敵な景色も毎日見ていると日常になってくる。贅沢な悩みだ。ヒマラヤ山脈の最北麓の峰々が見えてきた。この山脈の裏側はインドだ。
シーザンツ・アンダトリン国家地質公園まで来た。海抜約4000から4500メートルの高原に広大な土林が広がる。数百万年前、この一帯は湖の底でしたが、プレートの衝突で地面が隆起し、長い年月をかけて風と雨が削り、塔のような形になりました。土林は地球の力が掘った粘土の森。まさに大地の彫刻群です。広さはおよそ2464平方キロメートル。東京ドーム約5万2000個分の広さ。それがすべて土でできた塔のような地形で埋め尽くされています。ここは標高およそ4500メートル。空気中の酸素は平地の半分しかない。高山病で軽い頭痛がある。遠くに見える白い峰はヒマラヤ山脈の最西端部だ。地層は柔らかく、崩れやすく、今も風によって形を変え続けているそうだ。海抜約4500メートルの町、三田に到着。本日は三田で宿泊。東林寺というお寺を見学。東林寺は仏典を翻訳するためにチベットの日のエサルド氏996年に創建され、チベット文化の歴史において大きな転換点となり、数百年にわたって中断されていた信仰と伝統を復興、促進し、後世のチベット仏教とチベット文化の発展に大きな影響を与えました。翌朝、早朝に出発。ここが三田のメインストリート。一番の繁華街。三田は面積は広いが、中国内で最も人口が少ない県です。三田のメインストリート。繁華街はここまで。
グゲ王国遺跡という遺跡に立ち寄った。海抜3923メートルから4200メートルにそびえ立つグゲ王国遺跡。頂上まで登ってみる。このグゲ王国の遺跡は10世紀に建国され、17世紀まで約700年続いた。この高原で仏教文化を花開かせた王国だが、戦乱と干ばつで突然滅び、今は廃墟だけが残る。この穴は古代の人類が暮らしていた住居。このトンネルは現在になってから作られた。海抜4000メートル超えの階段はきつい。頂上に到着。頂上から見渡すと、三田鳥林の荒野が果てしなく続く。この鳥林は、プレートの衝突で、湖の底が隆起し、長い年月をかけて風と雨が削り、今の姿になった。この地形に魅せられて、人はここに城を築いたのだろうか。今、王国の栄華を物語るのは、崩れかけた土の壁だけ。ここから見える景色は、1000年前とほとんど変わらない。しかしその静けさの中に、大地は同じ場所で風を受け続けている。ここは、チベットの中でも最も辺境に位置する地域。この遺跡には、地球の動きと人の歴史の痕跡が、はっきりと刻まれている。再び、中国・インドの国境に向けて出発。なんだこれは。外国人は、ここから先は入れない。国境まで、あとわずかなのに。ガイドさんに、知らなかったことにして、行きましょう。と言っても、警察がいると思うのでダメです。気づかなかったことにして、進みましょう。と言っても、ダメです。カメラがあります。ということで、この先へは進めませんでした。国境マニアとしては、どうしても国境まで行きたい、と、熱くなりましたが、法律は守らないといけません。ということで、引き返して、世界の屋根の屋根、と呼ばれる高知の、ガリの町へ向かいます。次の動画をお楽しみに。
今回、私が言った地図で国境線が点線になっている部分は、まだ正式に国境が確定していないからです。中国とインド、双方、それぞれが異なる国境線を主張しており、地図上ではその境界を明確に描くことができない。現在、両国の間には実効支配線 LAC と呼ばれる暫定のラインがある。しかし、その正確な位置も一致しておらず、地図では曖昧な点線として表現されている。チベットに行くには、チベット自治区政府観光局が発行する入境許可証が必要なのと、公認ガイドの同行が義務付けられています。私が長年お世話になっている日本語の話せる個人経営のチベット人の公認ガイドさんなら、日本の大手旅行会社の半額くらいで手配してくれるので、概要欄に記載しておきます。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は最新辺境情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。